皆さんこんにちは、ナイルメカチャンネルです。はい、ゆきさんこんにちは。こんにちは。今日なんだけど、はい。フォルクスワーゲンのゴルフ7はい。とか、あとこの B8 パサートはい。関係が、足回りの形状ってほぼほぼ一緒なんですよ。はい。で、何を言いたいかというと、足回りのイオンなんだけど、はい。どういう音がするかっていうと、もうちょっとこれは交換済みなので、はい、音の再現性ができないんですけど、はい、多分視聴者さんでゴルフ乗ってる方だったら感じたことあるかもしれない。はい。普通に走ってて、はい、で例えばコンビニがあると、はい、で左折で段差を登って、歩道があるじゃないですか、はいはい、そのスロープを上がろうと思った時にグニュとかグッとかゴキっていう音、はい、結構ワーゲンあるんですよ。はい、多分愛子さんも聞いたことあるよね。全然ありますよね。はい、あります。はい、でそれってもう原因がはっきりとしてて、はい、でここの部分を対策すれば治る。はい、で、本来だったら部品を変えちゃえばいいんだけど、部品を変えずとも音を小さくまたはなくすこともできるんで、ちょっとそれを今回裏技お教えしようと思います。もし7とかね、ゴルフ7とか、はい、この辺のパサーとか乗ってる人、はい、で足回りのイオンが気になる人はちょっとそこやってみたらと思いますんで、はい、はい、じゃあ早速いきましょうか。はい、はい、それではどうぞ。じゃあね、早速ね、愛子さん、はい、どこの部分かっていうのを紹介するんだけど、はい、ちょっとその前にこちら見てよ。これわかるかな。赤色のやつ見える。はい、はい、こちらも前回動画にも上げたんですけど、はい、ナイルおすすめ、はい、コニのスペシャルアクティブ、はい、はい、こちらの方を装着して乗り心地劇的に変わりました。お客さん満足してましたもんね。はい。で、これも今回施工したんだけど、はい、その前に足回りの音も気になるということで、はい、今回やらさせてもらったのが、はい、ロアアームブッシュ、はい、はい、でこのゴルフ6とはブッシュのちょっと形状も異なってしまったので、はい、6にはちょっと通用しないけど、7以降のこの形状のロアアームだったら当てはまる方多いので、じゃあちょっと見てもらおうかな。はい、はい、でロアアームっていうのは、一応こう3点で止まってるんですよ。はい、フロントブッシュ、リアブッシュ、はい、でこちら側がボールジョイント、はい、音がするのってこの3点が多いんですけど、はい、この中の、一番メインで音がするっていうのはここリアのブッシュなんですよ。はい、はい、でリアのブッシュが音がするんだけど、はい、このブッシュはもう対策品のブッシュにアイクさんがね、はい、交換してあるので、はい、はい、もう音はしなくなったと。じゃあなんで音がするのかっていうのと、じゃあ音をしなくするためにはどうしたらいいのかっていうのをちょっと説明するね。はい、簡単に言うと普通にこう走行してるじゃないですか。はい、で走行して段差を乗り越えると。はい、で段差を乗り越えるんだけど、こうハンドルが例えば左切って、はい、じゃあこっち側の方が分かりやすいかな。ハンドルを左に切って、はい、で乗り越えると。そうすると一回ちょっと突き上げるんですよね。はいはい、突き上げた時にここのアームのゴムの部分、ゴムの部分というかこのアームですよね。はい、アーム自体こう動くわけですね。はい、でこう動いた時にちょっと待ってね、ここのアームが動くことによって、はい、ここの左右のこのゴムの部分が動くんですよね。はい、この位置は変わらないので。で対策前のゴムっていうのは、はい、ここの中が分かるかな。ちょっと分かります。へこんでるところ。ここ分かるよね。はい、でこれ貫通しないですよ。この対策品のブッシュはもうゴムがつながってるの。はい、分かります？じゃあ対策前のやつ持ってこようか。はい、はい、見てください。こちらですね。こちらが対策前のブッシュ、はい、こういう感じでついてるよね。はい、で対策後はこれ貫通しないですよ。もうつながってるんで。はい、この上と下でゴムが。で対策前はこれ貫通しちゃう中が。はい、で何が言いたいかっていうと、こう見てもあいくさん隙間ギリギリでしょ。そうですね。でこの隙間がギリギリなところで、はい、このアームが動くわけじゃないですか。はい、そうするとゴム同士が当たる。正解。やった。そう、このゴムとこのゴムが当たるんですよ。はい、この距離なんで。はい、なのでその当たった時にイオンとして、はい、ガキンとかゴキンっていうよりはどちらかとグニュって言ったりグリって言ったり、気持ち悪いというか、グンって言ったり、はい、そ
っていう音がゴルフ7系はかなり音がすると。はい、なので、まあ、対策品に変える、まあ、これは対策品なんでもう貫通してない、一体になってるゴム、中空になってないんで、そちらに変えるのもいいんですけど、一応当時、ディーラーさんもそうですけど、まあ、僕たちもそうなんですけど、対応として何をするか、間にコーキング剤とか。そうだね、まあ、コーキングっていうよりはグリスでいい。ああ、なるほど。ギアグリスとかモリブデングリスとか、まあ、要は当たった時に音が出なくなるようなグリスを塗ってあげる、そうするだけで、まあ、実際は当たってんだよね、当たってないことはないんで、だけど当たった時の音を減らすことはできる。なるほど。なので対策として、まあ、当時はここにこうグリスを詰めてっていうことを、まあ、やってました。裏技。ただ理想は、ブッシュを変えちゃうのが一番ですね。ブッシュ交換してあげればその問題はもう間違いなく解決するので、であとまあじゃあ今回おまけで2つあるんだけど、エンジンの振動が室内に入ってくるっていうのよくあるんですけど、それはどちらかというとエンジンマウントとかなんですけど、ギアを入れた時、まあ要はドライブにした時に、ミッションってとエンジンって一緒にガクンって動くじゃないですか。これ面白いですね。結構揺れますもんね。そう、それの音が結構大きくなったり、ちょっとこう背中から押されるぐらいゴンってなるようだと、ここのブッシュがダメになってたり、あとここのブッシュか、がダメになってたりとかすると、結構これはね、名前がねペンディラムサポート。あ、それ全然違ったけどペンディラムサポートっていう名前です。っていうので、まあ、変えることによって、そのギアチェンジした時のショックとかが和らぐ場合もあるんで、あとはまあ結構カスタムパーツ系で、ここの間にここに結構ここもやっぱ中空になってるんですよ。隙間が中がスカスカになってるんで、ここに鉄のプレートを入れることによって動きを抑制するっていうアフターパーツもあります。ただそれやると結構室内に振動が入ってくる。そうなんでまあどっちを選ぶかみたいな部分もあるんですよね。っていう感じでさ、ちょっと、まあ、足回りからイオンっていろんなところ、昔やっぱりアッパーマウントのベアリングっていうのもね、ゴロゴロ言うよっていうのもあったんですけど、まあどっちかというとその段差乗り越えた時はアッパーマウントよりもこういうロアのところからするっていうのが、なのでまあここだけ変えてもいいし、まあ、一緒にリフレッシュでフロントのブッシュも変えてあげるのも一つだよね。だってこれ自体はアーム自体は取りますからね。そうなんだよね。前回ね、あちらのお車のこのブッシュをね交換して、でこちらがフロント側、で入れる時にねここがね潰れてね切れそうになるんでね、ちょっとテクニックがいるというところで、注意しながらやらないと。どう？結構今回もためにならない？なると思います。なんだろう、やっぱり走ってて音がするって気持ちよくないじゃないですか。でその音がさ原因で壊れちゃったりとかっていうのも嫌じゃないですか。要は気になるじゃん。なのでこれがこういう音なのねって分かればさ、まあ気にしない人だったら別にそのまま乗ってもいいしということで、ナイルさんまたしてもためになりましたと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。お問い合わせはLINE から、公式 LINE からお願いします。公式 LINE、おかげさまで1000人を超えて、ちょっと問い合わせの多さにそうですね、ちょっとレスポンスが遅い場合もありますけど、必ずお返ししますので、あとなんかここにチラシがわざとらしいですよ。大丈夫ですか？これは11月12日に静岡のライブハウスサナッシュで行われるヘルシャフトさんのライブの情報ですね。これはまあ僕なんだけど全然わかんないですよね。真っ黒だからね。っていうのでね、そう結構大きいバンドの中でやらさせてもらうので、もし興味がある方はちょっとライブ見に行ってやってもいいぞという方はLINE でお問い合わせくださいと。お願いします。そんな感じですね。ということで、ヤクさん、ちょっと来週はもう1、2本出したいと思いますんで、でもう1個じゃあもう言っちゃおうかな。内容を次回ですか？修復歴では事故車かどうかじゃなくて、まあ事故車の可能性があるかどうか
っていう車の見抜き方、おお、ちょっと楽しいんじゃないですか、それは。そう、これはね、本当ね、推理みたいな部分もあって、僕がまあこう見えても一応査定士の免許も持ってるの。そうだから車の査定はできるんですよ。で事故車か事故車じゃないかはほぼ9割以上は当てれるんで、なのでその私がじゃあ、まあ、自分の車っていうよりはね、今後買おうと思う車のその見分け方をお教えします。しかも輸入車に限って。輸入車に限って、まあ国産も一緒なんだけど、ちょっと輸入車あるあるな部分もすごいあるんで、なるほど。そうなんでフォルクスワーゲン、アウディの場合はここを見てねと。それをちょっと次回か次の次の動画で、でもそれで自分の車見てあれ俺の車なんか変わってるみたいになっちゃうとね、あれですけど、まあぜひ参考に。ということで今回の動画はこの辺で終わりましょう。また次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。